どうも皆さんこんにちは。今日は前々回の続きで写真フレームについてです。この年末に写真プリンターを買ったので、じゃんじゃんプリントしてフレームに入れて部屋に飾りたいということで、フレームをまとめ買いしてきました。今回はね、IKEA で買ってきました。今回このチャンネルを初めて見たという方、このチャンネルでは写真とか動画とかカメラとか、それにまつわる機材のレビューとかをやっています。よかったらチャンネルフォローもお願いします。インスタグラムもこの辺に書いておきます。前から IKEA のフレームって見栄えする割には安いなと思ってちょっとね気になってたんですよ。で今回シンプルな黒いフレームが欲しかったので、ここら辺がぴったりかなと思って買ってきました。まずリッバっていうシリーズなんですけど、このね40センチ ×30 センチのものを3個で、こっちの50、40だったかな、これを1つ、それからこれがね3枚写真が入るタイプのもの、これねなんか 2L サイズの写真が入るんですけど、これを1つ買ってきました。であとねこちら、一見よく似た感じなんですけど、違うシリーズでロンビーケンっていうシリーズで、これはね、21センチ ×30 センチで、この中写真のサイズなんですけども、これがね 2L サイズが入るサイズです。これを、合計3個買ってきました。私の写真こういう、ちょっと見えるかな、反射しちゃってて、光がねちょっと今反射しちゃってるんですけれども、こういう写真で黒の面積が多いものが多いんですよ。ということで黒のフレームの方が合うかなと思って黒を選びました。あとね黒いフレームだと写真がぐっと締まる感じがありますよね。ただ白いフレームもたくさん並べるとねすごい綺麗なんですよね。それから白いフレームの方が部屋に並べた時に圧迫感がないかなと思って、白もねすごく迷ったんですけど、今回はねちょっと最初から黒にしようと思ってたので黒を買ってきました。黒や白の他にもシリーズごとに色の展開がいろいろとあって、ゴールドとか木のナチュラルな色とかありました。最初からね黒にしようと決めてはいたんですけれども、実物を見たらこれもいいなあれもいいなってねちょっとね心が揺さぶられました。ではまずこのリッバシリーズの方から先に見ていきます。これは、30センチ ×40 センチのサイズなんですけど、他にもいろいろとサイズが展開されてます。でここに付属のマット紙が入ってるんですけれども、このマット紙の中に収められる写真のサイズ、これがね A4 サイズです。このマット紙は取り出すこともできるので、最高でねこの30センチ ×40 センチのサイズの作品を収めることができます。でこれでねたったの999円なんですよ。枠の素材は繊維板ペーパーフォイルとのことなんですけど、何それっていう方、なんかよく組み立て家具とかの後ろ側見えない部分に使われている素材って言ったらわかるかな、そういう素材です。枠の表面の質感はこんな感じです。黒い枠の部分は反光沢みたいな感じで、完全なマットブラックではなくておとなしめのツヤがあります。重さも軽すぎず重すぎずっていう感じで、女性でも取り扱いやすい重さです。軽すぎないので壁にかけた時にも安定感があります。それから枠に高さがあるので壁にかけた時に立体感を感じます。でこれよりも一つ大きいサイズがこちら40センチ ×50 センチのサイズです。 A3 のびの作品を収められるサイズがこれだったんですけど、この付属のマット紙のアスペクトと写真のアスペクトが違うんですよ。まだ A3 のびの作品入れてないのでわからないんですけど、もしかしたらフレームに収める時に写真紙の余白が目立つかもしれないです。写真のアスペクトを変えてクロップしてプリントすればこのマットにぴったりはまるんですけど、私ね撮った写真後からクロップするのはあんまり好きじゃないんですよ。撮影する時にすでに構図全体のバランスを見て撮ってるので、後からアスペクトを変えるとかクロップするってなるとね、なんかちょっと最初思ってたものと全く違うものになってしまうので、なんかねそれが目に慣れないっていうのか、なんか馴染まないっていうのかな、なんか違和感があるっていう感じかな。なので額装してみて写真の余白部分がどうしても気になるようであれば
マット紙だけ別注しようかなと思ってます。で次これね、同じくリッパシリーズで 2L サイズの写真を3枚入れられるものです。なんか同じような写真を3枚入れたら映えるかなと思って買ってみました。まだ入れる写真は決めてないので、これ用になんかね新しい写真撮ってもいいかなと思ってます。で次こちら、これねさっきのリッパシリーズと一見よく似てるんですけれども、違うシリーズでロンビーケンっていうシリーズです。買ってきたのはこれ、A4 サイズで中に 2L サイズの写真が収められるものです。これをね3つ買ってきました。これね、さっきのリッパと何が違うかっていうと、枠の素材がこっちはアルミです。さっきのリッパよりもフレームが細めで厚みもちょっとね薄いです。こっちの方がすっきりしてるので、最初大きいフレームも小さいフレームも全部この細枠のロンビーケンにしようかなと思ったんですけど、買いに行った時に私が欲しいサイズ全部ね棚から消えてたんですよ。もしかしたら店員さんに聞いたら出してきてくれてたかもしれないんですけど、 IKEA って売り場の面積すっごい広いじゃないですか。なのに店員さんがねほんとね少ししかいないので、店員さんを見つけに行くのがめんどくさくって、もう大きいサイズはリッパで小さい方はロンビーケンにしようと思ってね分けて買ってきました。で買ってきたロンビーケン、これねA4 サイズ、中が 2L サイズということで小さめのサイズなので、お手洗いとかスペースの狭い壁にかけようと思ってました。でフレームに写真を入れてみると、マットの中のサイズは 2L なので実際ねそんなに大きくないんですけど、フレーム自体は A4 サイズということで、意外に少々広いスペースにかけてもそこそこ存在感があるんですよ。さすがに広いスペースにこれ1個ってなるとだいぶ寂しいと思うんですけど、これをね何個か並べるといい感じになるんじゃないかなと思います。私もこれ気に入ったので、このサイズまたね近々買い増ししようと思ってます。今回とりあえず3個これ買ってきたんですけど、6個とか9個とかね一つの壁に並べるのがいいんじゃないかなと思ってます。でさっきのリッパもこのロンビーケンも、シンプルでね見栄えがしていいんですけど、一つだけね難点があります。まずこの前の部分がガラスじゃなくってプラスチックなんですよ。壁から落ちても割れないっていうのはいいんですけど、ちょっと傷つきやすい感じがあります。プラスチックの透明感はあるので作品の色を邪魔したりっていうのはねないです。あとプラスチックだからの静電気なのかな、結構ねホコリを寄せ付けやすいです。写真を中にセットしている最中も結構ねホコリが寄ってきちゃいます。完全にホコリゼロで写真をセットするのは至難の技なので、完璧主義な人にはね向いていないかもしれないです。私もかなりホコリの混入気をつけてはいたんですけど、もう絶対にそれ無理だったので諦めました。でこれはね IKEA の既製品ではなくって額縁専門店に写真を持ち込んでカスタムオーダーして作ってもらったものです。見えるかな。サイズもオーダーメイドですし、サイズもね大きめですし、既製品とは価格の差があってしかりなんですけど、これ一つでねだいたい1万数千円しました。今回はここまでのクオリティは求めていないっていうのと、自宅でプリントした写真を何回もね入れ替えてカジュアルに使いたいということで、お手頃価格の既製品のフレームを買ってみたんですけど、このね IKEA のフレーム価格の割に本当見栄えがするので気に入ってます。あと安いので壊れたら買い替えればいいやってね、なんかね気軽な感じがいいです。でもう一つね気になった点がありました。このリッパの後ろの蓋を止める留め金、ロンビーケンは軸があって回転して蓋をロックする感じなのでその心配はなさそうなんですけど、リッパの方はこの留め具を折り曲げるだけなんですよ。何回も開封を繰り返すとこの留め具最終的にポキッと折れてしまいそうなので、頻繁に写真を入れ替える場合リッパじゃなくてロンビーケンを選んだ方がいいんじゃないかなと思います。ということで今日は IKEA のフレームのレビューをやってみました。また次回お会いしましょう。さよなら。